おはようございます。今の時刻6時27分です。宿舎から歩いて1時間15分ぐらい経ちました。結構ギリギリになりましたね。これから列車、専門線に乗って釧路に向かうんですが、ちょっとお腹空きましたね。買おうと思ったんですけど、その宿舎からここの駅まで、コンビニが6キロぐらいあったのに1軒もありませんでした。ですき家で食べようかなと思ったんですけども、10分ぐらいしかないのでもう出なければいけなくて、たまたまカバンの中に昨日買ったおにぎりが1個あったので、列車で食べたいと思います。列車が来たようなので、はい、では、乗り込みたいと思います。網走駅はこうやって撮った方がかっこいいですかね。この駅名標かっこいいですよね。駅構内には鉄路を残すために今できることを自治体の方でやっている、そういう活動を掲示していました。こちらが待合室です。やはり売店はやっていないようですね。やっぱり朝早すぎますからね。さあ、それでは6時41分釧路行き普通列車に乗り込みましょう。いや、楽しみですね。いや、これね、知りませんでしたよ。私これ知ってたら乗ってたな。はい、ではキハ54系、今日この普通列車に乗って釧路まで向かいます。このアングルいいですよね。朝日に照らされているキハ54系、いや素晴らしい。さあ乗り込みます。網走駅を出発です。昨日札幌駅を朝出発し、そして網走へ普通列車だけで青春18切符を使って旅をしています。今日は2日目、網走駅からスタート、専門線に乗って、そして今日札幌に帰ります。いやー、この景色素晴らしいですね。私はですね、専門線網走駅は後ろから撮りたくなってしまいます。私昨晩はですね、網走湖に面した旧国鉄保養所、てっちゃん鉄子の宿というところに泊まったんですが、そこから歩いて6キロぐらい網走駅まで歩いてきました。網走駅まで歩く道中で有毛線の鉄道跡を探してみたんですが、ちょっと発見できませんでした。時々黒い黒煙を吐きながら力強く走るキハ54、頼もしい走りですね。今日釧路までの乗車率は 70% ほど、かなりの人気ですね。網走駅から乗車して 7,8 分で海が見えてまいりました。いや、この朝日に照らされている海、オホーツク海、最高ですね。このオホーツク海を鉄道で見れるのは専門線のみなんです。昔は有毛線、名寄本線、京浜北線、京浜南線などいろいろな路線があったんですが、今は有毛線のみがこのオホーツク海の景色を楽しめます。青い空と海、そして広い大地、今の時間は全部自分だけのもの。朝6時57分、木造の展望台が特徴の北浜駅を発車です。
いや、ここの駅何度か訪れたことあるんですが、本当に海が綺麗に見えます。皆様ぜひおすすめしています。駅の中には食堂も入っているんですよ。トレインビュー見ながらご飯を食べる、いやこれも最高ですね。専門線はいろいろな見どころがたくさんあるんですが、特にこのオホーツク海が見えるここのライン、本当に私が一番好きなところです。北海道の中でももう3本の指に入るぐらい好きな景色です。海沿いではキャンプや釣りをしている人が結構いますね。皆さん素敵な時間を過ごしているんじゃないかなと思います。どこまでも続く青い空と青い海、いやー本当見ていて飽きないです。私そういえば自分でも不思議に思うことがありまして、ここのオホーツクが見える専門線のラインすごく好きなんですが、なんと流氷の見える時期に一度も行ったことないんですよ。いやぜひ来年はトライしてみようと思います。原生海岸駅に近づく頃、東仏湖が見えてまいりました。右には東仏湖、左にはオホーツク海、最高の景色が続いています。夏の間だけ停車する原生海駅を発車です。ここはですね、降りると360度景色を見渡せる素敵な高台があります。駅降りてすぐのところですので、降りる機会ありましたらぜひ行ってみてください。すっごくおすすめですよ。浜越水駅ではキハ54系の網走行きと列車交換です。こちらの駅は降りてすぐのところに道の駅がありますので、とても便利です。ちなみにここの近くには超有名な撮影スポットもあります。ロイヤルエクスプレスを撮るにはここの場所いいんではないでしょうか。浜越水駅を出て東仏湖ともお別れ、斜里岳がすごく間近に見えるようになってきました。皆様も一度専門線のこの網走から知床斜里の間通ってみるのをお勧めいたします。一度お越しいただいてはいかがでしょうか。
知床斜里に近づいてまいりました。まもなくオホーツク海ともお別れです。いやー、お別れしたくない。いい景色ですね。網走から乗車して約40分、知床斜里の駅に到着しました。結構コンテナ置いてありますね。昔はここで貨物の取り扱いがあったんでしょうね。知床斜里に到着しましたら、なんとたらこ色のキハ40発見しましたよ。いやー、あっちに乗りたいって思ったんですけど、今日は札幌に戻らなければいけませんのでね、我慢して、このまま進んでいこうと思います。いやー、今も走ってるんですね、たらこ色のキハ40。旅をしているといろんな列車に遭遇し、目移りしてしまいます。知床斜里を出ますと、オホーツク海から変わり、今度は素晴らしい田園地帯が広がっています。いやー、こんなに素晴らしい景色ですと、私冬にも行きたいって言ってましたけど、秋も行ってみたいですね。秋の専門線も言われてみると通ったことないです。そういえば最近秋の乗り放題切符っていうのを毎年発売してますよね。10月の初めから3日間連続で全国の普通列車が乗り放題という切符です。ルールは青春18切符と同じなので、とても使いやすいと思うんですよね。いや、いい切符ですよね。でも全国乗り放題って書いてあると、全国乗ってみたくなるんですよ、私。前回真冬の時に北海道の稚内から九州の西大山まで日本を縦断したんですが、3日間では行けないですよね、今。昔は最短で何日で行けたんだろう。5日間ぐらいでは行けましたよね。皆様がやってみたいなと思う大きな旅行プラン、鉄道の旅行プラン、もしありましたら、ぜひコメント欄に記載をお願いいたします。私結構旅の計画するのが好きなんですよね。ここ行って、ここで何を食べて、ここで泊まってとか、いろいろな旅のプランをするのがとても好きなので、もし皆様が考えるこういった旅行プランなどありましたら、鉄道の旅に限ってなんですけど、コメント欄に書いていただければと思います。7時39分、清里町の駅を発車です。ここですね、焼酎の酒造があるんですよ。いやー、ここ一回降りてそこ行ってみたいんですが、なかなか列車の接続が難しくて実現しておりません。いや、でも一回行ってみたいですね。時間は午後8時近くになりました。斜里岳が本当に美しく見えています。さあ、ここで朝食にしましょう。昨日たまたま買っておいたですね、おにぎり1個だけ残ってましたので、ちょっと釧路までこれで持たせたいと思います。今8月の下旬なんですが、専門線は秋を感じさせられる色になってきました。ここからは専門本線の中でもディープな部分、深い森を抜けていきます。川湯温泉駅に到着しました。キハ54系と列車交換です。ここの駅はロイヤルエクスプレスの停車駅でもあります。なんと駅に足湯があるんですよ。いや、これもいいですね。一度降りてみたいと思っている駅の一つです。網走から乗車して約1時間半、8時16分、川湯温泉駅を発車です。ここの駅を過ぎてすぐなんですが、硫黄山が見えてきます。今見えましたね。岩肌が見えているのが硫黄山です。温泉卵で有名でしたよね。あの辺りに屈斜路湖があって温泉街になっています。昨日偶然出会わしたんですが、ロイヤルエクスプレス本当に良かったですね。いや、1
一度乗ってみたい憧れの列車ですが、いや高嶺の花ですからね、なかなか乗れません。いやでも乗ってみたいな乗ってみたいって思ってます。 YouTube 頑張ってお金貯めてみようと思います。マシューの隣ビルワ駅を発車です。このビルワ駅、すごく珍しい名前、そして貨車の駅舎がとっても素敵なので撮影しました。ビルワ駅を出ますとたちまち深い森に覆われます。マシュー駅を発車となります。ここを過ぎますと釧路地方に入っていきます。いよいよ釧路が見えてまいりました。結構立派な駅舎でしたね。弟子屈町の中心街になります。町には有名な弟子屈ラーメンがあります。一度食べたことはあるんですが、すごく美味しいですよ。結構有名なお店ですので、皆様よかったら行ってみてください。天気も青空が見えますので、今日の釧路湿原とっても楽しみです。函館から乗車して2時間を過ぎました。もう専門線の半分を気がついたら超えていました。全行程3時間半の乗車も素晴らしい景色を見ていたらあっという間に着いてしまいそうです。 SL の終着駅標茶駅を発車。また SL の冬の湿原号を走るときに訪れてみたいですね。網走から乗車して乗車率が非常に高い状態がずっと続いています。もしかするとこれ昨日運休しているせいもあるんでしょうか。単調鶴の訪れる茅沼駅を発車です。今日はいなさそうですね。湿原の天気は本当に最高に良さそうです。網走と釧路の移動はバスがなくて JR のみの移動となります。観光の方は必ずこの列車に乗ります。インバウンドの復活でまた専門線も混み合う予感がします。さあ、そして釧路湿原見えてまいりました。最高の景色ですね。ノロッコの終着駅灯籠駅、ここで快速知床摩周号との列車交換、ギリギリヘッドマーク見えました。ここからが釧路湿原の本番です。いつも思うんですけど SL って全道に走らせることは難しいんですかね。しかも冬の間だけ2月1ヶ月間だけしか走らせてないのはもったいないなとも思うんですが、例えばニセコのあたりとか、上川のところとか、あと宗谷本線いいですよね。花咲線もいいですよね。いろんな妄想をしていてワクワクしてきます。さあ、釧路湿原の素晴らしい景色を見ながら釧路駅普通列車ラストスパートですね。網走駅から乗車して約3時間20分、終着駅釧路駅に到着しました。さあ、朝からおにぎり1個しか食べてませんのでね、さあ選びましょう。いや、色彩館に来ました。
ここね、この時間に来ると駅弁全部売ってるんですよ。しかもこのこぼれいくらサーモンちらし売ってました。いや、さらにですね、ここおにぎり屋さん、美味しいおにぎりやお惣菜、いや、いいですね。さあ、何を買ったかは次回のお楽しみです。さあ、私はここからまた旅を続けていきます。今日の動画いかがでしたでしょうか。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。